犯罪をした人の立ち直りを支援しています。ボランティアで。仕事先の調整をしたり、毎月面接をして相談に乗ったり、いろいろ。ただ約束通りに来なくて、連絡つくまで電話やメールをし続けたり。大変。いいえ、私が成長できて感謝しています。もしも僕が犯罪をしたら、あの保護士さん悲しむよな。悲しませたくない。みんなこう思うのかな。社会が少し明るく見えました。街は揺れている。看板が、広告が、音が街行く人を包む。一つの混乱。消費文化、広告時代、見出し文字に包まれた生活。いつも何かに追われ、心を休めるいとまもない現代。現代人は無表情になり、コマーシャルソングの非常な響きが街にこだまする。誰かが言っていました。現代は断絶の時代であると。裕次郎が切る。問答無用。切って切って。混乱した日本人の心。私が知っていたあの豊かで素晴らしい日本人の感受性、細やかな情感、そうした日本人のユニークな心が現代文明の流れの中で打ち捨てられ消え失せようとしています。私の名前はカール・シバ。今日本でデザインの仕事をしています。スウェーデンにいた頃、私は人間の個性を無残に踏みにじり押し流していく西洋文明の姿を目の当たりにし、疲れた心を休める場所が東洋の中にあるのではないかと期待を寄せていました。しかし私の求めてきた東洋の日本は現実にはないことを知りました。疲れた私の心。フランスの偉大な詩人ボードレールは歌いました。自由な人よ、常に君は海を愛するだろう。海は君の鏡。逆巻き返す怒涛のうちに君が眺めるもの、あれは君の魂。私は心の疲れを感じるとき、海に来ます。海はそんな人たちでいっぱいでした。その中で私たち家族はある奇妙なグループに出会いました。彼らはこの海で自分たちの映画を作っているというのです。私は自分も一アーティストとして彼らに興味を感じました。特に私は彼らがコマーシャルフィルムを作っていると聞いて一層興味を覚えました。私にとってコマーシャルフィルムとは不快なものでしかなかったので、私は瞬間あの混乱し揺れている都会の光景を思い浮かべていました。無表情な人の顔、失われていく日本人の心。そんな中で人の心を豊かにし、心と心とを結び合わせていく作家本来の仕事は日本でどのようになされているのか。私はそんな意味を込めて彼らの作品作りを眺めていました。幾度となく繰り返される演出家と演技者との間の会話。それはどこまでの会話でしかありませんでした。断絶された二つの心の間に
波が美しく揺らめいていました。彼は諦めませんでした。断たれたままの二人の心を彼はそのまま打ち捨てようとはしませんでした。彼は自分が彼女を愛することによって自分の愛のイメージを彼女に託そうとしていました。二つの心は彼が投げかけた愛のもとに次第に一つに溶け合い結び合っていくのでした。彼女は彼の愛のイメージを心の中で大きく膨らませていったのです。こうして彼の作品は生み出されました。私はここに作家大林信彦の名前を知りました。このグループの誰もが言っていた自分たちの映画を作っているという意味が少なからずわかるような気がしました。コマーシャル界ではその名を知らぬ者がいないとまで言われる大林信彦の作品にかける情熱を私は今日初めて知りました。見る人の心を閉ざしてしまうコマーシャルフィルム、私にとって不快でしかなかったコマーシャルフィルム、それを大林信彦は自分の愛を見る人に投げかけることで心の通じ合うものにしようというのです。それが結果として果たされているかどうか、コマーシャルフィルムという嫌われ者が人の心を和らげてくれるものかどうか、私にはわからない。ただ彼とグループの一人一人との結びつきを見ていると、大林信彦が絶えず口にする愛という言葉が一つの事実として生きているように思えます。私が知りたいのはお前が今何を望んでいるかだ。私が作品を作る、それはお前の心を本当に知りたいからだ。お前は誰だ？いや、もう誰でもない私自身がお前の心を知ったからだ。彼は今新たな作品作りに取り組んでいます。そしてこのグループにまた新たな仲間が一人二人と加わってきました。彼が作品を作る、その作品作りに参加する仲間が自分の職業としての一つのポジションを受け持つのではなく、一人一人が大林信彦として自分の愛を語っていくことになります。作曲家が、カメラマンが、ライターが、デザイナーがみんな一つの場所で大林の愛を語る。彼のグループはこうした作品作りの中で
自然に出来上がり膨らんだものと思われます。私が望んでいた人と人との素晴らしい結びつきがこの愉快な仲間たちの中に生きていました。私が求めていた文明に毒されない心、純朴で汚れない笑顔、子供のように無邪気な姿がこの部屋の中にあります。物質文明の高度成長の陰で押しつぶされ、生き絶え絶えであった人間の自由な心、生きた真心がコマーシャルフィルムを作る映像作家たちの間にあったことの驚きは、疲れた私の心に明るい光を投げかけてくれました。大林信彦、私が日本で知った最初の作家。彼はいつも自分の心のぬくもりを顔に表している人。私はノートにこう書いた。私がこの夏海で知り合った大林信彦とその愉快な仲間たち。彼らが教えてくれたこと、それはどんな時でも人は自分の自由な心を捨てない勇気を持つことだということです。もし心が疲れたら、あなたも海に行かれるといい。あなたはそこであなた自身の大林信彦に出会うことでしょう。